こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。今日は11月中下旬に行ってきたヨーロッパにある文房具やパリで巡った2軒を紹介していきます。後日ね、オランダとイタリア編と続きます。11月10日から12日でフランスのパリにある文房具屋を2軒巡ってきました。1軒目は私も大好きで動画で何度か紹介したことがあるパピエティグルというブランドの本店です。もう1店はそこから歩くこと20分くらいにあるレクリトワールという紙類をメインに取り扱っているお店です。多分読み方合ってると思います。はい。いつかね、ヨーロッパ行きたいなと思ってる人のね、参考になればなっていう気持ちと、見るだけでも楽しいからぜひね、見てほしいなっていう気持ち。あと、やっぱり日本の文房具って世界に通用すると思うんだよねっていう気持ちでね、動画を今回作りました。ぜひね、気楽な気持ちでコーヒーとかお茶片手にのんびりご覧ください。パピエティグルはこの虎のマークが目印です。パッと見文房具屋っぽくない美術館とかにありそうなショップの印象。オベルカンフとウォージュ広場の間にあるかつて職人商人労働者がパリの建物の中庭で働いていたマレ地区に店舗とスタジオがあります。この大きすぎるね、鉛筆で写真を撮るのが夢でした。文房具屋ってパッて分かっていいですね。入ってすぐ私はねすごい目移りしちゃってて、全然手元のカメラの画角がわけわからないことになっていたので、夫が撮ってくれた店内の様子をちょっと流しながら、私の気持ちがね落ち着くまではパピエティグルについての情報をお伝えしていこうと思います。紹介文は公式ホームページから引用しています。パピエティグルは2012年にパリで設立したステーショナリーを中心にものづくりを行うプロダクトブランドです。もともとは文房具の専門家ではなくて、クリエイティブなチームで何か革新的なことを始めたいという気持ちで活動をスタートしたそうです。確かにね、文房具以外の取り扱いも結構多いかなと思います。あとは日本橋にもショップがあって、そちらもね今年の夏に行ったんですが、すごい雰囲気が良かったです。一応東京限定のねアイテムとかもあるらしいんですけど、品揃えで言うとやっぱパリの方が断然多いなと感じました。ではそろそろ店内にある商品を紹介していきます。まずはパピエティグルといえばノート。使われている紙はリサイクル認証を取得しています。毎年ねデザインテーマが変わって、その時限りのリミテッドエディションとして毎回デザインされるそうです。私もねいくつか持っています。この辺はフランスの国旗がモチーフになっていて、なんかまるでチョコレートのパッケージみたいなデザインだなと思いました。英語サイズのノートはだいたい 12.5 ユーロ前後、およそ2000円です。円安もあってねすごく高く感じますね。またこちらはパリにあるオルセー美術館とのコラボアイテム、印象派のねイラストがあしらわれています。あとはポストカードやダイアリーなども充実していました。フランス語でありがとうの意味を持つメルシーとかね、エッフェル塔とかが描かれたポストカードはお土産にねぴったりだと思います。だいたい1枚ね3ユーロ480円くらいです。1ユーロ160円でね計算してます。店内にある商品は一部仕入れのようで、日本の文房具も発見。緑の浸透インスタンプがありました。レジでね店員さんとお話しした時に、私たちは日本の文房具にすごくインスピレーションもらっていて特別な存在だよって言っていて、なんかね異国で日本のことを褒められるとちょっとね誇らしい気持ちになりますよね。店内にある書き込みのねサンプルもフランス語、読めないんですけどなんとなくわかるような気がしなくもない。カレンダーとプランナーが一体型になったようなねアイテムも多く展開がありました。で特に印象的だったのはこちらのねとっても大きいね365日が一覧になったカレンダーかな。1年分が日別に見渡せて、予定表でもいいし一言日記でも楽しく使えそうです。他には毎日のトゥードゥやプロジェクトを管理できるノート、あとパッドも展開がかなり多くありました。
来年からね使おうかなと思って私もノートを購入したので、また購入品紹介の動画でね紹介しようかなと思います。あとちなみに私が爆買いしたお土産はねこちら、虎のねマークも入っている巾着です。めっちゃいい。文房具好き以外のね友人にもすごいあげやすいし、軽いしかさばらないで、英語サイズが5ユーロ800円ぐらいかな、A6 サイズが3ユーロ480円ぐらい、たくさん買い物できて満足です。次はパピエティグルから寄り道せず歩けば20分。ふらふらとね、あれなんだこれなんだってやるとだいたい40分くらいかかりましたがね、そんな距離にあるレクリトワールという文房具屋さんです。メインの通りから一本小道に入ったところにありまして、こちらもたくさんの人がねお店を出入りしていました。外側に見えるディスプレイの部分でかなりテンション上がりますよね。なんか良さそうな文房具屋って感じします。1975年に創業したファミリー向け文房具屋、2022年に移転してこの場所になりました。店内は木製の重機がメインでクラシカルな印象、紙物を中心に取り扱いがあります。蛍光色のね見たことない色鉛筆だったり、ペーパークラフトのアイテム、あとはポストカードとかアルファベットが印刷されたカード、所狭しと並んでいました。ポストカードはねパリの街並みを描いたものがたくさんあります。他にもメッセージカードや立体の飛び出す仕掛けがね施されたギフトカードみたいなやつ、あと手帳をデコるのがね好きな方とかコラージュが好きなことはねすごく興奮するんじゃないかなっていうような感じの紙物がたくさんありました。私も後から旅行記録をつけるときに使えそうなシールをゲット。フランス以外にドイツやイタリア、ベルギーで作られたアイテムが並びます。ノートもね見たことないものばかり、ミニサイズの展開がね多くて、私ミニサイズ好きなのですごい嬉しかったです。このバインドレイクというメーカーのノートは購入したので後日レビューします。そしてここでも見つけた緑の MD ノート、すごいですね。緑の文房具、万年筆とね相性がいい紙だからヨーロッパでも人気なのかなと思います。紙類以外に筆記用具も豊富に取り扱いがありました。こんな感じのカラフルな羽ペンね初めて見ました。あとは木製のね軸がついたつけペンとか、あと日本のようなノック式ボールペンは見当たらなかったです。ヨーロッパではねつけペンまだ一般的に使われてるんですかね。筆記用具があるということはペンケースもあります。革製ですがかなりカラフルな展開です。であとはインクの種類も豊富で、店内にはねインクの見本表などもあってじっくり選ぶことができますよ。私はインクよりねこの棚が欲しくなりました。こちらは日本でも流行っているシーリングスタンプ、手紙のね封をするアイテムですね。溶かしたろうで封をします。日本では円形楕円形しか見たことなかったんですが、切手のような長方形タイプもありました。あとはカウンターのところに万年筆もあったんですが、ちょっとね混んでいたので拙い英語でね時間取らせちゃうのもあれかなと思って試し書きなどはできず、ただ変わったノートとシールをね購入しました。パピエティグルの購入品と一緒に後日紹介しようと思います。画面酔い注意なんですが、ボツになった私のね手元カメラ、興奮して揺れまくったカメラの映像とともに少し雑談をさせてください。私がフランスの文房具屋を回る時間が取れたのは土曜日だったんですが、まさかの祝日。事前にねチェックしていた文房具屋のほとんどが天休日でした。第一次世界大戦休戦記念日とのことで、名前からもね出来事からも異国感がある日になりました。パピエティグルだけがね大本命だったので、空いてて本当に良かったなと思います。皆さんもね営業日にはご注意ください。そしてフランスの出来事をもうちょっと話そうかなと思います。私が行った日程ではちょっとね天気運が悪くて常に小雨または曇りっていう状況で、しっかりとね冷え込んでしまって、文房具屋巡った次の日に体調を崩してしまいました。なのでね次の日行こうと思っていた美術館っていうのは全て諦めて、意地だけでセーヌ川クルーズ座ってるだけだしと思って乗ったんですけど、震えが止まらず、
船のね、中から街並みをぼーっと眺めながら、どうやってホテルに帰るのが一番最短で最安かっていうのをね、考えるっていう、もったいないですね。思い残すことがね、ちょっと多いフランス旅となってしまったので、またね、リベンジしたいなと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。まだね、オランダ2店舗とイタリア2店舗ほど巡っているので、次回もぜひお楽しみにお待ちください。そして今日は珍しくおまけの映像があります。天気の悪すぎて先端まで見えないエッフェル塔をお裾分けします。